ここはインドです。インドにいます。ただいまドットアース、次のふるさとはゴータマ・シッダールタが悟りを開いてブッダになったとされる地、ブッダガヤです。けれどその前に巡礼の聖地とも言われるもう一つの特別な町、ダラムサラに立ち寄りました。ダラムサラはダライラマ14世の地としても知られながら、インドの北にひっそりと佇む天空の町。チベットの山々に囲まれ、標高およそ2000メートルの山肌に広がるこの町には、穏やかな風が吹き、坂道に響く足音がのんびりとした日常を描きます。それでは天空の町ダラムサラへ行ってらっしゃい。ダラムサラ、それはインドの最北にひっそりと佇みます。ヒマーチャル・プラデーシュ州に位置するこのダラムサラは、チベット亡命社会の中心地として名の知れた町です。1959年、ダライラマ14世が亡命して以来、この地はチベット仏教の拠点となりました。そして失われつつあるチベットの伝統、文化、宗教を守り、次の世代へと伝え続けています。ここはリトルラサとも呼ばれ、チベット本土ではもはや見ることのできないような姿が今も息づいています。ヒマーチャル・プラデーシュとは雪山の州を意味し、その名の通りダラムサラは標高およそ2000メートルの涼しい丘陵地帯。1年で最も暑い6月でも気温が30度を超える日は少なく、一番寒い1月の最低気温も0度以下になることは稀な、そんな過ごしやすい町です。ダラムサラの町は山肌に張り付くようにして広がります。ここには自然と心地よい風と穏やかな人々が共に暮らしているのです。さて、ダラムサラの町を歩いてみましょう。町全体が穏やかな空気に包まれています。どこかほっとするような静けさがありますね。ここは町のロータリー。周囲には地元のレストランが並び、香ばしい匂いが漂っています。お店のお兄さんがチャパティを焼くテクニックを披露してくれました。おいしそう。ありがとう。視界の先にはチベットの山々が雄大にそびえています。さらに山を下るとダラムサラの中心マクロードガンジが見えてきます。細い路地の両脇には宿やレストラン、雑貨店がぎっしりと並び、カラフルな景色が目を楽しませてくれます。人々やタクシー、バイク、そして牛までが行き交う狭い道です。
お坊さんたちの姿も多く、露店には仏像やシンギングボールが輝き、チベット仏教の香りが漂ってきます。この道はダライラマ14世のお寺へと続く坂道。日が傾くにつれ、賑やかな人々の足音が増えてきました。ダライラマ法王のお寺へと続く坂道の途中、ダラムサラの中心地マクロードガンジを歩いてみましょう。坂道の両脇にはお店が立ち並び、にぎわいが続きます。もうずっと坂道ばかりです。露店に並ぶ仏像たちの柔らかな微笑みが映し出されているかのように、道行く人々も優しい微笑みをたたえています。ダラムサラまではインドの首都デリーから夜行バスでおよそ10時間です。それではしばし街歩きをお楽しみください。夕方のマクロードガンジには美味しい食べ物を売る露店が並び、食欲をそそります。こちらはポテト、美味しそうというか本当に美味しかったです。そしてこちらはモモ。こちらも美味しそう。桃の蒸気と香りが漂い、道を行く人々は嬉しそうにそれを頬張ります。マクロードスクエア寺院には大きなマニ車があり、訪れる人々が絶え間なくそれを回しています。マニ車の中には経典が収められていて、それを回すことでお経を唱えたことになると言われていますね。ダラムサラの夕暮れ時、標高の高いこの町では気温が急激に下がり始めます。そんな中、湯気を上げる桃の香り、本当に美味しそうというか本当に美味しかったです。スタッキングされたお鍋の中からふっくらと蒸し上がった桃が顔を覗かせます。さて、日が暮れてきました。今日はこの辺りで長い坂道を登って宿に戻ることにします。ダラムサラ、チベットの町、山々に抱かれ優しい風が吹く心安らぐ場所です。明日はダライラマ14世のお寺に足を運びます。最後までご視聴いただきありがとうございました。インドブッダガヤ編エピソード1、いかがでしたか？ブッダガヤに向かう前にダラムサラという町に足を向けました。チベットの山々に寄り添うように静かに呼吸をするダラムサラ。そこは古くからのチベット文化が息づき、ダライラマ14世が見守っていてくれるかのような、とても穏やかで心安らぐ場所です。
雪に覆われた山々から吹き下ろす風は今日も乾いていて、道の砂をそっと巻き上げながら街を優しく包み込みます。どこまでも続く坂道には微笑みをたたえたこの街の人々の足音が響き、いつしか歩く疲れを忘れさせてくれるのです。山に抱かれながら身を隠すように佇むこの街に立てば、まるで空の中にいるかのような感覚に包まれます。雲は手の届きそうなぐらい近くを悠然と流れ、青空はすぐそばに広がっています。そんな天空の街で胸いっぱいに息を吸い込めば、喧騒や雑音はすべて消え去り、穏やかな静寂が心と体を満たしてくれるのです。さて次回はダラムサラの真ん中、ダライラマ14世のお寺に足を運びます。これからのエピソードも期待していてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth。 高評価、チャンネル登録、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。